はい、こんにちは。最近3時に目が覚める漁師浜優です。なんだろう、自然に目覚めちゃうんですよね。というわけで今回は前回に引き続きこちら、はい、大量のイカナゴです。もう食べきれないほど大量にいただきました。で、昨日の昼取れたやつなんですが、まだね全然生で食べられるぐらい、鮮度はいいです。で、めっちゃ甘み感じるんですけど、その中になんか若干の苦みが混じってるっていうね、不思議な味わいです。で、こちらのね大量のイカナゴの捕獲シーンは、前回のこちらの動画にありますので、ぜひご覧ください。知らない人のために補足すると、安治漁港のバッシャで取れた、イカナゴです。こんなにたくさんありがとうございます。というわけで、今日はこの大量のイカナゴを有名なイカナゴの釘煮とかき揚げ、この2種で作っていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。で、せっかくなんでちょっと観察していきましょう。で、イカナゴはね鮮度の落ちるのが早くて、で生がねなかなか出回らないんですよ。はい、じゃあこんな感じでね、これがイカナゴ。ちなみにキビナゴとは違います。で、今年はですねイカナゴの中にこんなねジャコがすごい混じってるんですよ。何かの子供なんですけど、これ食べ口がすごいジャコジャコして良くないです。とりあえず、ザルの中にイカナゴを出していきます。ちょっと多すぎて一度には無理ですね。よいしょ。冷てー、結構に冷えたから。とりあえず出せるだけ出していって、ちょっとね鍋の方にも移します。めちゃくちゃくれてる、本当に。で、ちょっと水気を取って、あんまり重ねたらね潰れちゃうからね。で、こんな感じで水気取れたんですが、このでっかい鍋でもね多分一度には炊けないので、2回に分けて炊きます。で、とりあえずね取れるか分からないんですけど、ジャコを取っていきましょう。で、これもねなるべく海水でやるのがいいんですが、ちょっとないので、塩入れて対応しましょう。ちょっと意味あるか分かんないんですけど、これで水を入れます。で、ジャコをね、取ろうかなと思ったんですが、これは多分ちょっと取れそうにないので、多分炊いたら大丈夫なんで、このままいきます。で、汚れ的なのは出てだいぶ水が濁ったんで、これは、洗いということにしますね。そしたらざるにあげて、でこれも軽く洗って、で水気を切る。もうねすっげえ細かく混じってて取れないですね。これ多分綺麗に取ってたらね1週間かかります本当に。で、ちょっと別の容器に移して、でまた洗うの繰り返しです。これでとりあえずいけたな。はい、じゃあね洗えたんですが、もうこれ家でする量じゃないですね面白い。で、いただいた上本さんに聞いたんですけど、やっぱね取れないそうなんで、食べる時にちょっとジャコジャコするよってぐらいで、気にならないんだったら大丈夫とおっしゃってたんで大丈夫です。で、とりあえずねこの鍋で最初に 5kg 炊こうと思うんで、5kg 分調味料入れていきます。作り方全然わからないんで、クックパッドで見たやつの2位です。まず醤油 1.150cc、 これで1リットル、それと 150cc、 それとみりんが500で、今見たら計算間違っててみりん250だったので砂糖を減らします。で、料理酒500で、次はザラメ砂糖で、ザラメの方が硬くなりやすいと思う。釘煮だからやっぱ硬くないとね。で、これ本当は 1.15kg だけど 1kg しておきます。さっきみりん入れすぎたから。よし。もしもね甘すぎたらいけないんで、ちょっと捕獲しておこう。これぐらい捕獲しておこう。 OK で、生姜250をみじん切りにしようとしたんですが、ちょっと大変そうなんで、主婦の味方フードプロセッサーをご用意。この中に入れて、でスイッチオンで、これぐらいでこんな感じ。細切りって書いてたんですけど、細切りだとね僕ちょっと大きい生姜苦手なんで細くしました。よし。で、これを鍋の中にドバーン。この生姜200なんですよ、250じゃなくて。でもめちゃくちゃ多いからこれでいこう。じゃあこれを火にかけて、煮立たさせます。 OK で、こんな感じで 1kg 測って、これ 1kg ばかりだから 1kg しか無理なんで、こっちに入れて 5kg 作ります。こっちじゃないと無理やな。よし。で、これを5回繰り返すだけ。はい、これで 5kg ですね。なんとねほとんど使い切っちゃいました。もう鍋にはねこんだけしか残ってないので、もう足します。多分ちょっと調味料足せば大差ないよ。これで OK。は
はい、じゃあ煮立つまで、ちょっとブレイクタイムということでホワイトボード説明、大した説明ではないんですけど、名前はイカナゴで、関東の方ではねコウナゴとかっても言われます。で漢字はねいろいろあるんですが、ちょっとピックアップするとこんな感じで、見た目は本物見た方がいいですね。こんな感じで、キビナゴとはね違う魚なんですよ。で近年大不漁が続いてます。ただ20年くらい前から相場はねアップです。今日は少ないですがこんな感じ。漁の動画はね前回の動画を見てください。はい、それではいい感じに煮立ってきたところへドバーッとねイカナゴ入れていきます。でもう1個もね急ぎ入れていきますよ。よいしょ。で均等にします。でこれちょっとね落とし蓋もできないので、ちょっと鍋もう1個でね対応します。もう煮えてきたらね崩れちゃうんで、崩れる前に取ります。これでいいか。でもう1個の方も火にかけておきましょう。でもう両方強火ですね。で次こちら、落とし蓋をします。ただ焦げるかもしれんからな、ちょっと弱めとこう。こっちのねあんま多い方ねもしかしたら潰れて焦げるかもしれないんで弱めておきます。でこっちも落とし蓋で、箸だと開けにくいんで包丁で開けていきます。でこっちもで、これで OK で、途中ね混ぜると釘なのに崩れちゃってボロボロになって釘にじゃなくなるので、なるべく混ぜないこと、触らないこと、これが大事です。混ぜない、触らない、寄せつけない。でこっちの火ちょっと強くして、こっちは強火でやってて、で大事なのがこのね泡で釘にっていうかイカナゴを覆ってあげて、で味をね全体に染み渡らすことが大事なんで、この泡が吹きこぼれないぐらいに調整します。もうねすんげえいい生姜の香りがする。すんごいせっかくだからこのちっこい方ね山椒入れておきます。粉の方パッパッパッ後から。はい、で5分ぐらい経過しました。こっちはまだ踊り狂ってます。で20分ぐらい見てみるともう水気がないくて、こっちめっちゃ水気あるんで、これちょっと足します。うまくすくえなかったんでしょうね。で味もねすんごく甘いんで砂糖足さずにいけそうです。で味をねなじませるためにもう本当にね一回しだけ、軽く混ぜます。もう本当に軽く潰さないように。よし。でこっちもねもう軽くで、こちら、だいぶ油がなくなってきたら火を弱めます。で煮汁がなくなる寸前まで、煮込んでいきます。かれこれ炊き出して50分近く経ったんじゃないかな。40分かな。やっぱみりんちょっと多く入れた分水分の飛びが悪くて時間がかかります分量を守ってください。でこっちはねだいぶいい感じになってきたので出しましょう。でざるを用意して、汁もね使えるかもしれないんで、この中に出していきます。よいしょ。で水気を軽く落として、で我が家のバットを総動員してこのね平らのバットに入れていきます。やっぱ素人だから滝にムラがありますね。でこれをうちわで仰いで粗熱を取ります。せっかくだからタレちょっとかけとこう。このタレがね冷めたらとろっとするはず。よし。これで放っておきます。いやこっちの汁がね一向になくなりません。すくってはかけ、すくってはかけ、すくってはかけ、いつになったら終わるんだ。だいぶねいい感じになってきました。もうちょいだね。で汁は残ってるんですが、もう味がね十分染み込んでるので、もうこれでよかろもんです。ただ釘煮みたいに硬くなるからちょっと微妙だな。でこれも出して、でタッパーに入れていきます。はい、ちょうど松岡さんが来てくれました。めっちゃいい匂いがしょうよ。めっちゃ炊いたでお前ぼっつぎたんだよちょっと持って帰って冷凍効くから。いや多分すぐなしなんだと思う。そう、結構辛いね。食べてみる？ほんま結構効いとるな。飯までしたらやるじゃん。でもええやん。何醤油が辛いんじゃなくて生姜やからね。じゃあどうぞ。ありがとうございます。すいません。はい、というわけでめちゃくちゃ業者並みに炊けました。で味は辛いかなと思って早めに揚げたんですけど、やっぱもうちょい煮込んでもいいですね。やっぱ汁なくなるまでが正解なのかな。ただすごいうまいです。
まあ幸いなことに汁は余ってるんで、こっちのねちっこい鍋でまたね撮影終わりに、炊ける分だけちょっとね再炊きしてみます。先に汁入れて、全然蒸発しないんだな。なんかステンレス製かアルミ製かの鍋がいけないのかな。しにくい鍋とか蒸発、あまりにもこっちより遅かったからな。よし、せっかくだからこれで煮詰めておきます。で冷凍も効くんで、あとは保存したり、まあご近所さんに配ったり家族に持って行ったり、したいと思います大変だなこれ。じゃあもうなんとかね、分解できました。ちょっと先保存します。はい、である程度の唐揚げと唐揚げじゃない、片付けと洗い物が終わりました。いやもう疲れすぎてバカになってますね撮影してだいたい3時間半ぐらいぶっ続けてるんで、今から米炊いてかき揚げ最後に作ります。で米はいつものように釜で炊いていきます。じゃあもうすでに動画内で見えたかもしれませんが、人参切れてます。で玉ねぎ、それも切れてます。じゃあボウルに玉ねぎ、人参で残しておいたイカナゴを入れて、で片栗粉をまぶしておきます。よいしょ。で天ぷら粉もまあ適量入れて、で水もねちょっとずつ入れていきます。で混ぜる。かき揚げ初めてなんよねっていうか、まあちょっとどんなもんかっていうのは分からんけど、これぐらいでいいでしょう。で油もぬくめて、それじゃあかき揚げリング濡れてないねセットして、でこれ入れていきます。OK、 よいしょ。で返して、おーいい感じやな。でもう1個も作っておきましょう。でもこっちできそうや、これ OK でできたやつを揚げていきます。粉多いな。かき揚げってすごい粉少ないんですね。まあとりあえず2個揚げます。はい、で2個目も完成。それじゃあ器に盛り付けて、はい、こちらイカナゴのかき揚げ完成。それじゃあ米も炊けたんで米もついで、よいしょ。うわうまそう。はい、こんな感じ。それじゃ小鳥、それとイカナゴで、はい、こちら浜湯特製イカナゴ昼定食の完成。イカナゴのかき揚げ、それから山椒と普通のイカナゴです。そして米。それじゃあ炊けよう。おしまいよく。はい、やっと終わりました。それではいただきます。今日は休館日なんでノンアルタイムで、この買ったウイスキーのグラス、ハイボールのグラスか、もうこれをジョッキ代わりにします。はい、それじゃあ乾杯。うまい。じゃあまずかき揚げからいただきましょう。おばあちゃんを振ります。こんな感じ。いざタコってそのか思ったらしなーってなって、ただめちゃくちゃうまい。なんだこれ。ちょっと食べ後で申し訳ないんですけど、イカナゴのうまみ、玉ねぎの甘み、それが混然一体となって、私の舌を幸せに導いてくれます。こっちはやっぱ魚が入ってる分水分でどうしてもカリッとしないのかな。ただちょっとかき揚げしたことないんで、理由分かる方いれば教えてください。ただ味はめちゃくちゃうまい。じゃあ次釘にですね、混ぜたらボロボロになるとか偉そうに言っとってね、もうボロボロですが、どんな感じか。普通に美味しいですただ店の方がやっぱりうまいですね。硬いというかより。でこっち山椒の方、山椒かけたら最高で、お店のめちゃくちゃうまい釘煮ってこのまま食べても全然辛くないんですよね。やっぱ僕がするとちょっと辛いな。でもご安心ください、こいつがいます。こちらのご飯にもうこの釘煮をのして、じゃあこれで、いただきましょう。これはご飯が止まりません。うまい。もうこのね釜で炊いた白米に甘辛いこのちりめんが、でまた山椒の香りが鼻に抜け、そして生姜でいいアクセントで、甘辛さをこの米でまとわらして、でも何言ってるのか分かんないけど一つだけ分かることがあります。美味しい。
いやどっちもねほんと最高にうまい。かき揚げの方がうまいかなと思ったけど、こっちの釘にも抜群ですな。少量ずつ炊かんと釘に本当にビキッてこう釘になるのかもしれない。やっぱビンビンな状態に持っていくにはね、健康状態も大事ですから。いや努力した甲斐がありました。それではあとはゆるりとごちそうさまでした。はい、まずは皆様本日もご視聴ありがとうございました。今回ねイカナゴということでイカナゴ漁に始まり、イカナゴの釘煮とイカナゴの唐揚げじゃなくてかき揚げもいただいたんですが、まあ美味しい。値段が高くなる理由も分かります。これがねもともとは餌だったんですよ。養殖とかの餌に回してたらしくて信じられないなと思いました。で公開する時にイカナゴがね終わる時期までに間に合うかどうかちょっとわからないし、多分その頃にはもう大きくなってるかもしれないんですが、ぜひねイカナゴまた買ってみてはいかがでしょうか。最後にくださいました漁師の上本さん、ありがとうございます。本当に美味しかったです。それでは皆様、何だったっけ、またお会いしましょう。こんなんだったっけ。 See you next time. Bye. こんなんだったっけ。